今回はグレイシー柔術継承者ブライアン・オルテガの紹介をしたいと思います。ブライアン・オルテガです。 MMA 戦績15勝1敗 UFC 戦績7勝1敗、アメリカ合衆国出身の30歳です。グレイシーアカデミーにて名門グレイシー一族の下で柔術を学び、圧倒的な決めの強さと巧みなボクシングテクニックを併せ持つフィニッシュ率が非常に高いオールラウンダーです。オルテガは自身のファイトスタイルについて、僕は柔術家だから対戦相手はグラウンドへ行かずに唾液で決着をつけようとする。しかし逆に柔術家の僕から打撃をもらった相手は毒を刺されたみたいにダメージが精神面を含め体に染み渡る。打撃で優位に立てば柔術も楽に使えるし、テイクダウンが簡単になる。またジャッジの技量が MMA に適していない。結果裁定について色々と議論が起こる。だから僕はジャッジに勝敗の行方を委ねたくない。結果的に委ねることになっても最初から判定勝ちを狙った戦いはしない。僕はフィニッシュを狙う柔術のテクニックを使ってと話しております。オルテガはロサンゼルスのメキシコからの不法移民の両親のもとに生まれ、ギャング活動が盛んな治安の悪い環境の中で育ちました。5歳からストリートファイトに明け暮れ、顔が傷だらけになっているオルテガを見たオルテガの父が UFC 第1回大会ホイス・グレイシー対ケン・シャムロックの映像を見たことがきっかけで、オルテガが13歳の時に柔術を進めました。オルテガは当時体が小さかったため、ホイス・グレイシーが大きな相手を柔術で仕留めている試合の映像を見た父から、柔術をやればボコボコにされることはないと言われたことがきっかけで、グレイシー柔術アカデミーに通い、ヒクソン・グレイシー、ホイス・グレイシーの兄であるホリオン・グレイシーの息子ペナー・グレイシーの下で柔術を始めました。15歳で素手のオープンハンドの試合で15キロ大きな相手と戦い、2ラウンド三角締めで勝利し、その試合から本格的にファイターになることを決心したそうです。高校時代ストリートファイトばかり行い、ギャングには所属していませんでしたが、親分肌だったため取り巻きは40人程度にまで増え、ギャングのようなことをやり始めていたそうです。問題を起こし何度も学校を変わらせられたオルテガに対し、ペナー・グレイシーからもう練習に来なくていい、高校にちゃんと通え、卒業したらまたアカデミーに来て練習することを許すと言われたオルテガは、喧嘩も悪さも全てやめ高校に真面目に通ったそうです。オルテガは、僕から柔術を取ると何も残らない、ペナー・グレイシーがいなければどうなっていたかわからない、彼は僕に違う世界を見せてくれた、そして指導者という仕事まで与えてくれた。僕の人生は柔術を学び教えること、グレイシー柔術は僕の全て人生だと話し、ペナー・グレイシーは少年時代のオルテガの印象について、この子はいずれ死ぬか牢屋に入るか大成功するかのいずれかだと思った、こんなに将来どうなるのかが見えない子には初めて会ったと話しておりました。アマチュア MMA で11勝0敗の成績を収め、2010年19歳でプロ MMA デビューを果たすと、柔術を駆使した決めの強さを武器に勝ち星を重ね続けました。2014年 RFA フェザー級王者に輝き、 MMA8 勝0敗の戦績で UFC との契約を果たしております。2014年7月 UFC デビュー戦ではマイク・デラトーレと対戦し、スタンド状態から1ラウンドリアネイキッドチョークを決め一本勝ちを収めるも、試合後の薬物検査に引っかかり9ヶ月間の出場停止処分を受け、ノーコンテストに変更されました。2015年6月チアゴ・タバレスと対戦し、決めかける場面を見せ、最後は3ラウンドマウントパンチ連打で TKO 勝ちを収め、ファイトオブザナイトを獲得。2016年1月、タフ14優勝者ディエゴ・ブランダオンと対戦し、3ラウンドにアナコンダからギロチンと流れるような寝技を見せ、最後はマウントからの三角締めで一本勝ち。2016年6月、ベテランクレイ・グイダと対戦し、3ラウンドまでペースを握られるも残り時間1分で猛攻し、グイダが頭を下げたところに膝蹴りを合わせ3ラウンド KO 勝ち。2017年7月、当時ランキング9位で無敗ヘナート・モイカノと対戦し、3ラウンドタックルに合わせたカウンターのギロチンで一本勝ちを収め、ファイトオブザナイトを獲得。そして2017年12月、オルテガは初の UFC メインイベンターとして当時ランキング4位のカブス・ワンソンとの対戦が決定しました。カブス・ワンソンは当時4連勝中、 WEC、UFC 通じて常にトップの一角に居続ける激闘型のオールラウンダー。試合前オルテガは、俺はチャンピオンになるためにこの世界に入ってきた、ここから先壁を越えていくためにはカブのような相手を下さなければならない、カブが想像もつかないようなカオスな試合を仕掛けることは分かっている。ただ彼の過去の敗戦は全て関節技による一本負け、それは俺の得意分野なんだ、最後は俺が勝ち星をいただくことになる、そして世界は俺のことを知るようになると話しておりました。試合は1ラウンド終盤にアナコンダチョークで決めかける場面を見せ、2ラウンドスタンドからの強烈なギロチンで一本勝ち。ファイトオブザナイトとパフォーマンスオブザナイトを同時受賞し、この試合はブライアン・オルテガの強さを世界に知らしめ、知名度を大きく上げた試合となりました。
試合後カブスワンソンはギロチンを食らった時、頭が押しつぶされて首がぐっと持っていかれた。それでパニクってしまった。死ぬんじゃないかと思った。冷静さとか決断力とかは教えられるもんじゃない。彼はそういうものを持っているから無敗なのだろうと話しておりました。2018年3月 UFC222 で王者マックス・ホロウェイ対フランク・エドガーの UFC フェザー級タイトルマッチが決定。しかしホロウェイが怪我で欠場したため、代役として急遽当時ランキング2位フランク・エドガーとの対戦が決定しました。フランク・エドガーは元 USC ライト級王者。2010年当時ライト級世界最強の BJ ペンから王座を奪い USC ライト級王座を3度防衛。フェザー級転向後はジョゼ・アルドの持つタイトルに2度挑戦し、獲得には失敗しているものの、アルド戦以外は全勝でトップランカーを次々と撃破。オルテガは本来タイトルマッチだったトップコンテンダーエドガーとの試合のチャンスをつかみ、事実上次期王座挑戦権をかけた一戦でもありました。試合は1ラウンド、エドガーのパンチにカウンターの肘を合わせて効かせ、クリンチでしのごうとしたエドガーに対し右アッパーで KO 勝ち。数々の強豪と戦い、フィニッシュ負けしたことがなかったエドガーに初のフィニッシュでの黒星をつけ、パフォーマンスオブザナイトを獲得。オルテガは UFC6 連勝、全フィニッシュ勝利を挙げ、衝撃的な強さを見せつけました。試合後オルテガは最高の気分だ。KO される恐怖も含めて夢にまで出てきた。でも恐怖があったから死に物狂いで戦った。俺は歴史を作っている。エドガーとオクタゴンを共有できて光栄だと話しました。そして2018年12月 MMA14 勝無敗の戦績で UFC フェザー級王者マックス・ホロウェイとのタイトルマッチにたどり着きました。マックス・ホロウェイは当時 UFC フェザー級12連勝中。それまで KO/TKO 負けを喫したことがなかった元 USC ライト級王者アンソニー・ペティスから TKO 勝ちで暫定王座を獲得。王座統一戦として当時フェザー級では絶対的なストライカーと言われていたジョゼ・アルドから TKO 勝ちで USC フェザー級正規王者に輝くと、アルドとのダイレクトリマッチでも TKO 勝ちで王座防衛をしており、 USC フェザー級は完全にマックス・ホロウェイの時代になっておりました。試合前オルテガは、私はホロウェイのスタイルが大好きだ。2人とも若くてハングリーだし、私たちは同じようなバックグラウンドを持っているように感じる。ハワイ人とメキシコ人どちらも戦うことが好きだ。私はこの試合が楽しみだし、次は世界タイトルのために25分間戦えることを嬉しく思うよと話しました。試合は終始ホロウェイが試合を優勢に進め、ホロウェイは試合全体で507発の打撃を出し、 USC 最多記録290発の効果的な打撃をヒットさせ、4ラウンド終了時にオルテガの左目が塞がり、ドクターストップで TK を負け、オルテガは王座獲得に失敗し、キャリア初黒星を喫しました。試合後オルテガはインスタグラムでコメントを発表しました。ドクターストップには同意する。鼻と親指が折れたが、俺は死ぬ気でそこにいる。昨日はマックスの日だった。俺は戻ってくる。いつも俺を信じて応援してくれる人たち全員に感謝しているとコメントしました。再起戦として2019年12月、当時ランキング7位コリアンゾンビことジョン・チャンソンと対戦が決定するも、オルテガがトレーニング中に膝前十字靭帯を断裂したため欠場。しかし後日、コリアンゾンビはインタビューで、次戦はブライアン・オルテガでも構わないけど、オルテガは僕から逃げたし、一度逃げたやつと戦う必要はないだろうとコメント。このコメントに対しオルテガは激怒。これを通訳していたラッパーのジェイク・パークに対し USC248 の会場で出会った際、オルテガが J パークに頬を叩く事件が起こりました。一時は被害届を出すと言っていた J パークでしたが、その後オルテガは Twitter で謝罪。コリアンゾンビも Instagram で、みんなミスはする。君の謝罪に感謝する。僕自身のトラッシュトークについても謝罪する。ファンは好むことだけど、より慎重になるべきだった。僕たちの間には真っ向勝負だけが残っているとコメントし、両者は和解しておりました。そして2020年10月、オルテガの再起戦として当時ランキング4位のコリアンゾンビことジョン・チャンソンとの仕切り直しの試合が決定しました。この試合からオルテガは新チームを結成し、柔術コーチのヘナー・グレイシー以外はムエタイコーチ、ボクシングコーチ、コンディショニングコーチが新たにつくことになりました。試合前 UFC 代表デイナ・ホワイトは、トニー・ファーガソン対ジャスティン・ゲイジが決まった時に、私は間違いなくすごい試合になるぞといったことを覚えているだろう。この試合にも同じことを感じている。退屈な試合になりようがない。勝った方が次期タイトル挑戦者だと話しました。計量時、オルテガはトレードマークの長髪を切り、坊主頭で現れ、剃った毛髪を化学療法を受けている子供たちのために慈善団体へ寄付したことを明かしました。オルテガは多くの子供たちのいる病院を訪問し、がんを患っていた子供たちを見て、常に自分の心の中で何かを感じていた。そして髪を切る時にはいつも支援団体に寄付したいって自分に言い聞かせていた。そして今回の試合に向けて減量していた時は苦しい気分だった。
そんな時に貧しい人たちは自分よりも苦しんでいると考え始めたら、なぜだかわからないが感傷的な気持ちになった。そしてすぐにバリカンを持ってきて髪を切ろうって思ったんだ。私は一回の減量は苦しくてもその後で元に戻るけど、彼らは長い間苦しんでいてそれに対処しなければならない。私の髪はまた生えてくるからと話しました。試合は2ラウンドにオルテガカウンターのバック肘をビッグヒットさせダウンを奪うなど、スタンドの攻防で終始優勢に立ち、判定勝ちを収めアレクサンダー・ボルカノフスキーの持つ UFC フェザー級王座挑戦権を獲得しました。試合後にブリアンゾンビと健闘を称えながら例の事件を消化させるようにオルテガの方を張ってお互い抱き合いました。試合後オルテガは最高の気分だよ。でもこれはまだ第一段階が終わったに過ぎない。私とこのチームはまだ新しい。今回が私たちにとっての最初の仕事であり素晴らしいものになった。ゲームプランと戦略があり、今回は新チームに託した信頼の証でもあった。私がゲームプランにこだわっていたのは初めてだ。大抵ゲームプランはやめてしまうんだが、今回は本当のゲームプランがあった。コリアンゾンビの過去の試合を見ていると、危険な時間帯は全て1ラウンドにあった。だから1ラウンドは落ち着いてやらなければならなかったし、その後でペースを上げようと思っていたと話しました。そして2021年9月26日 UFC266 のメインイベントで UFC フェザー級王者アレクサンダー・ボルカノフスキーとのタイトルマッチが決定しております。アレクサンダー・ボルカノフスキーは MMA 戦績22勝1敗の現在19連勝中。強烈なローキックとフック系のパンチから繰り出されるコンビネーション、そして強靭なフィジカルから繰り出される強力なテイクダウンからのグラウンド&パウンドを武器に、無尽蔵のスタミナから常に攻め続けるオールラウンダーです。オルテガが唯一敗北を喫しているマックス・ホロウェイから UFC フェザー級王座を奪い、ダイレクトリマッチでも防衛。絶対王者ホロウェイに2度勝利しており、現在パウンド・フォーパウンド4位に君臨しております。また両者は USC 契約をかけたリアリティショータフことジ・アルティメットファイターシーズン29のコーチ役として出演しておりました。オルテガはボルカノフスキーはとても賢い選手だ。基本的に非常に頭が切れる。彼が試合に臨む時の動きやチャンスの作り方、ラウンドの勝ち方など自分がやるべきことをきちんとこなしていて見本になる。そして相手がペースを握ろうとした時にそれを止める方法も分かっている。だから彼は興味深い存在なんだ。これからいよいよこのパズルを解読していくことになる。彼のパンチを受けて彼とオクタゴンでの戦いを感じなければならないが、それは楽しみにしていることでもあるんだと話しておりました。またオルテガは ESPN のインタビューで、最近よく考える。勝利してチャンピオンになったとしてもホロウェイには負けたんだから、やり返さなければ 100% チャンピオンとしての気分にはなれない。ホロウェイが最初の敗北を与えたことは決して変わることはない。だからこそボルカノフスキーからタイトルを獲得できるのは素晴らしいことだ。誰が何と言おうとボルカノフスキーはホロウェイに2回も勝ったんだから、もちろんチャンピオンになってやるべきことを達成したと言えたら素晴らしいことだ。 UFC のベルトを手に入れなければならないと自分に言い聞かせてそれを成し遂げたわけだから。でも今度はホロウェイが頭をよぎる。俺はファイターだ。ホロウェイはボルカノフスキーに対して、君は一度俺を倒したが俺はもう一度君と戦いたい。2回やられたら80回でも戦って君を倒したいと言っていた。これは私と同じ気持ちだ。20回やってダメなら21回目に挑戦する。頑固、競争心が強い。言い方はいくらでもあるが、俺の中にその気持ちが燃え上がっている。それが向上心につながっているんだよと話しておりました。フィニッシュ率が高く、見た目、試合ともに非常に花のあるブライアン・オルテガ。猛者揃いの UFC フェザー級において長期政権の予感を感じさせる王者アレクサンダー・ボルカノフスキーを打ち負かし、花のある新王者誕生を期待しております。以上です。 USC ファイターズ間シリーズ15人目はブライアン・オルテガを紹介しました。今後も各階級の王者、トップランカーなどを紹介していきたいと思っております。いいね、評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。